これはね、はい。HKS のはい。単造ピストンってやつ。おお。よく噂に聞きます。単造ピストンっていうのがはい。なぜ強いかっていうと、うんうん。その普通ははい。圧力をかけずにうんうん。この型に流してるだけなの、溶かしたアルミを。はい。これは圧力をギュッ、圧力をかけてる。圧力をかけて流してる。そうするとその分子の密度がすっげえ濃くなるから、例えばアルミホイルとかだったら薄くできんのよ。へえ。強度が全然変わるからそっか。だから軽いんだよ、単造って。そうなんですか。でまあこれはピストンの場合はは強くなる。い。うんうん。でも強くなるっつってもはい。基本排気温度が高くなればなるほどうんうん。まあピストンって溶けるから、うんうんうん。鋳造と比べると温度的には20度ぐらい変わるぐらいかな。20度変わるんですね。例えば1020度が1050度とか、大体1020から30ぐらいがはい。アルミの溶ける温度なんで、へえ、高いですね。溶け出すとアルミってすぐ一気に溶けるから、へえ、そうなんですね。こうぐじゅぐじゅぐじゅって崩れていく。そうなんだ。崩れて。これはね、別にはい。今のピストンって精度がいいし、うんそんなことしなくてもいいんだけうんど、まあ、その面取り、面取り。この角の部分だけ、はい。若干だけまあミクロの世界でちょっと落としてあげる。へえ。そうすると何変わるんですか。その初期のはい始動時の引っかかりを防ぐっていうか、へえ。まあそういうこと。そんなのやんなくてもいいと思うけどね、そうなんですね。俺のエンジンはやらないから。あ、そうなんですか。俺は自分のエンジンははい。意外と適当にしかやんない。お客さんのでできないけども、自分のだったらいろいろ試せるじゃん。確かにそうですね。いかにその効率よくごまかしてそれでも壊れなきゃいいわけだから、チューナーっていろいろ言ってさ、なんか必要以上になんか加工するやつが偉いみたいなやつがいるんだよ。俺の場合はあんまそういうのは、俺は走るために必要なものだけやればいいって言ったんだよ。シルビア乗ってる人ってさ、お金かけようと思えばいくらでもかけれるんだよ。そうなんですね。例えば、その吸入ポートとか排気ポートをきれいにポート研磨っていう作業があるのね。でそれをきれいに削ることによって、まあ、確かに段付きがなくなったりとかそういうこともあるんだけど、でそれを1工程やることによってすげえ時間もかかるし、請求もすげえ高いわけじゃん。でそれをやって、じゃあどんだけ馬力が上がるのっていうところになってくるじゃん、コストと。だから俺はやらない。それをやったからってみんな50馬力も60馬力も上がるわけじゃねえんだから、だったらそんなのやんないよ。そうなんですね。GTR の人たちはそういうのもこだわるのかもしれない。GTR はまた別なんです。別というか、ほらお金を出すことに関してはさ、なんていうの、覚悟をして乗ってるんだろうから。シルビアはそういう乗り物ではないので。そういうことなんですね。だってどうせ極限のパワー出せないんだからさミッションがダメなんだから。
あくまでもはいその修理を目的にはいそのオーバーホールってやってんだけど、うんうんその中でもこれとこれとこれは変えた方がいいよねっていうパーツがやっぱりこのピストンを変えることによって全然違うし、これ87なのね、はい80純正は86なんだよ。へーたった1ミリの違いでもトルクが全然違うわけ。そうなんですか。これも単銅でできてるエッジ断面っていうのは、これほらこうなってるじゃん。要はこれがこうなってエッジに見えるでしょ。あこういう風になってるじゃん。あはいここがなくなってるから。確かに。通常のはここがくっついてるんだよ。あそうなんですか。うん。へえ。そういうのはアイ断面って言うんだけど、アイ断これここがなくなってて、エッジに見えるからエッジ断面っていうのと、まあ、削って軽量化をしてるってことだよね。で確かに軽いんだよ。あそうなんですね。軽いし強度もあるから、うんうんこういうものをつけると、うんこの SR ってうんうんこの間やったのこれ親メタルね、親メタル。クランクのメタルのことを親メタルってへえ。言うんだよ。でクランクのうんメタルのクリアランスなんてうん結構適当でいいの。あそうなんですか。結局回転運動しかしてないからこっちは。クランクの親メタルがブローするなんてことはよっぽどヘボが作んない限りブローしないから。そうなんですそうね。でこっちははい。回転運動に上下運動も加わるじゃん。こうやって回ってるわけだからここのメタルってすごく大切なの。へえ。でそのメタルに対して負担がすごいかかるんで、こっちのメタルは小メタルの方は。すごいかかるんですね。だからうんこれとこれがうんうん。軽い方が負担が軽いじゃん。確かに。重いと遠心力、そうですね。でしょうん。だからこういうものは軽くするとエンジンにとってはすごくいいわけよ。へえ。勉強になる。これもほとんどはい HKS のピストンっていうのははい。ほとんど精度は同じなのね、どれも。でもそれをさらにはい。ちょっと加工して、いさらに精度を上げてるんだよね。まあ加工屋にやってもらってるんだそうなんですね。けど、これを今度ここにこうつけていくわけ。手作業なんですね。こうやってねつけるんだよ。おおすごいぴったり。そうすると、なんかイメージが湧くと思うよ。そうですね。全然わかんないですもん。今見てこれだけ見ても分かんないじゃん。そうですね。これは何ですか。これはここに入れてこれを止めるピンピン。ね。案外ね、エンジンなんてね適当なんだよ。適当なんですね。必要以上になんかやっても意味がない。だって最終的にはコンピューターのセッティングがダメならダメなんだから。全部が良くて初めていい車なんですね。そうなんだよ。当時まだコンピューターがわからない時代って、やたらとそういうところをいじりたがるんだよ。うちもそういうことしてた。でもいざコンピューターのセッティングを知ってしまうと、なんかすげえ無駄なことしてたのみたいな。そうなんですね。どれかがいいからいい車が出来上がるっていうわけじゃなくて、全部トータルで考えないといけないってことですよね。
です。はい。腰下は終了。終了。まあここでオイルパンつけたりするんだけど、これは俺の仕事じゃないんで。あ、そうです。アクアちゃんの仕事ですね。これを例えばこれ新品に変えるって言ったでしょ。はい。新品に変えて、はい。このブロック上面も削ってあるのよ。それと一緒にこれも同じようにくっつけた状態で削ってる。へえ。あ、じゃないと合わないんですね。そう、上面がずれちゃうんで、ここにヘッドがポンって乗るんで、こことここが位置がずれてるとあんまり良くない。そうなんですね。だから新しく新品のオイルポンプを頼んで、加工するときにすでに加工屋に持ってかせる。へえ、一緒に持ってかせるんですね。それで全部削ってもらうの、上面を。すごい。じゃあ全部特注ってことですね。まあ特注っていうか、そうだよね。これはこれに合わせて削ったの。新品なんだけどここ削ってんの。へえ、すごい面白い。一番上視点。上視点。じゃあ終わりましょう。お疲れ様でした。